N2 だったらそう、5パターンあるし、N1 だったら6パターンですね。N2 は6です。N2 は長文が1つ増えます。N2 の時は5、N2 の時は5だったんだけど、N1 はここですね。これで長文1つしかないんですね。だけど N1 は長文が2つになりますね。長文ですね。そう。だからもちろんこれも1つずつ説明してます。この問題について、この問題について、この問題について、これについて、これについて、これについて、全部やっぱり答えの出し方があります。この問題の時は例えばですけど、これとかね、長文だったらこの長文の一番の答えっていうのはここに書いてあるんです。いつも長文の2番の答えはここに書いてあるんです。いつも。例えばです。そういうのがもう決まってます。パターンです。いつもそう。はい。だから、それを知っていれば、時間がなくても、時間がなくなっちゃったら、もしね、本当の試験の時。そしたら、そっか、時間ない。全部読むことできないけど、この長文のこの答えは、あそこに書いてあるはず。だから、そこだけ読みます。それでいいんです。で、あとは読めなかった。ああ、ダメだ。でも、一つは読んだからマークした。OK です。そしたら、その読んだところは、多分、正しい答えマークできてますから、それでポイント取れますね。0点じゃないですね。そう。それでいいんです。100点取らなくていいからです。100% できないといけないテスト。100% 一つも間違えてはいけません。このテストは。じゃないです。だからです。そう。もちろんそれは読解だけじゃなくて、文法もそうですね。100% できなくていいし、文字語彙も 100% できなくていいし。全部一番低くて 32% できればいいんですよ。そうね。だからそれを皆さん気をつけて忘れないでほしいです。本当に特に N1 受ける人とかね、N1 は本当にもう難しいから無理だと思いますね、思ってる人いるんですけど、そんなことはない。うん、大丈夫大丈夫、できます。そうそうそうね。だからでそう私であと何回か今ちょっと違うこと言ったかも。読解で19点取ればいいし、文字語彙文法でですね、失礼しました、文字語彙文法でここで2つ合わせてこれで19点取ればいい。だからここ2つ合わせて 32% できればいいんです。全体のここで 32% できればいい。こことここ合わせて60点だから。 N にも同じです。ここの文字語彙と文法合わせて60点。全部できたら60点。だけど全部できなくていい。全部できないで19点だけできればいいんです、ここは。そうで、19点というのは 32% です、ここのね。だいたい 32% です。一番低くてですよ。そうね。だからそこ気をつけてください。全部ってね、これもわかんない、これもわかんない、ダメかもって思わない方がいいです。そうそうそう、大丈夫大丈夫ね。ですのでそういう風にやってみてください。ということで、N1 も N2 も、テクニックは、同じです。ただ N1 と N2 何が大きく違うか、それは N2 の方が語彙が多いんですね。文法3つで同じだけど N1 は語彙が4つしかないんです。4パターンしかないんですね。4種類しかない。そうで、文法は3つ。そしてそれで読解は1つ増えてる。だから N1 はやっぱり読解が多いんです。問題が多い。そうだから皆さんね、 N1 も N2 もですが、この110分、 N1 だったら110分、 N2 だったら105分、この時間をどうやって使うか、テストの前に自分でよく考えた方がいいですよ。時計を見てね。例えば1時から試験が始まる、午後の1時からだったら、午後の1時だから、1時10分までには何が終わる、そして1時20分までに何が終わる、1時30分までには何が終わる、自分で決めておく。今大体で言いましたが、そうでごめんなさいね、私の読解クラスの人にはこれは細かく話してます。決めてください、ちゃんと。なぜかというと
私は読解クラスの人にはこれは何分ですよ。短文は問題が、4つかな。N2 は5つですね。失礼しました。短文5つ出るから、いつも5つ出てる。ちょっと変わる可能性ありますけどね。5つだったらこれは一番長くても何分で終わりにしなければいけないですよ。中文は3つ出るから何分で終わりですよ。これも何分、これも何分、これも何分ですよ。だから読解は全部で何分で終わりにしてくださいね。私とても言っています。話してます。はい。ですので、これはね本当に大事です。はい。もう時間があったら私できたんです。時間が短いから合格しませんでしたはダメなんです。それはできてません。残念ですがそれは合格じゃないんです。そう。だけど100点取らなくていいんです。じゃあどうやってやればいい、ね、大事でしょう。それを考えておくこと大事でしょう。そうね。ですのでよく考えてみてください。皆さん試験の前にもう何の問題がいくつ何個出るかっていうのはもうほとんど決まっていて、ほとんど変わらないです、毎年。実は何かの問題が出ないっていう時々あるんですけど、珍しいです。ほとんどねこれが JLPT がもうオフィシャルで発表している、これが出るんですよって言ってるから、その通り出るはずです。だから皆さんはテストの前に計画できる、考えられるんです。これは何分で絶対に105分で終わりにしなきゃいけない。N1 は絶対に110分で終わりにしないといけない。N1100 もう逆にこっちもやっぱり大体2時間です。2時間皆さん日本語の問題するんです。今までずっと頑張ってきた勉強、この2時間に全部出さなければいけないんです。これ私が100点この問題で取ってください。あなたは日本人ですから 100% できなければいけません。そして110分でしてくださいと言われたら、私ちょっとドキドキします。やっぱり考えます。どうしよう、どこの問題最初に初めからしようかな、どうしようかな考えます。そして私も自分で問題する時も時間をいつも測ってます。この問題は何分でできた、この読解は何分でできた、これはやっぱり難しかったな、時間がかかった、あるんです、そういうのがね。だから日本人で日本語が自分の国の言葉でも簡単ではないんです、読むの。そうだからだからこそもうちょっと読めばわかる、あと2分あれば読める、読んでしまうんですね、練習だと。でそれがいつもしていると本当の試験の時もそれをしてしまいます。そうするとどんどん時間がなくなります。そうなると一番悲しいのは、本当は読めば分かった簡単な問題が最後にあって、これ時間あったらできたのになって思う。だからもう分かんないけどもう何でもいいからじゃあ3番にして全部答え3番でマークして終わりにする。そして合格しませんでした。これが一番悲しいですね。これにならないように気をつけてください。自分は何を最初にするかよく考えてくださいね。時間はみんな同じです。みんな110分、N2 は105分で決まってますね。ですのでもしかしたら自分で考えるとき N2 で105分だけど、いや100分で終わるようにしよう、あとの5分は最後答えチェックしようもう一回っていう風に予定を立ててもいいですよね。もしできたらそれでもいいし、もう105分でもしっかりどうするって、ね、考えてもいいし、それは自分の自由です。やってみてください。はい。ただ私の読解クラスの人には読解については特にこれは何分ですよ、これ以上はダメ、やりすぎ言ってます。はい。今は言えないです。はい。それね、ぜひね知りたいなって人はねクラスに来てください。そうだから何が大事、何を何分でするかが大事です。これはっきり言って読解だけじゃないですよね。文字語彙もそう、文法の問題もそう、
何分ぐらいでこの10個の問題終わりにすればいいかっていうのは考えた方がいいです。で、自分で家でタイマーで測った方がいいですよ、本当に。キッチンタイマーありますよね。私も今キッチンタイマーあるんですけど、これピッピッピッってね測ることできるんですよ。使ってます。使ってます。私が問題する時も、自分で問題する時もだし、例えば他のね英語の勉強とかドイツ語の勉強とかで問題する時も測るようにしてます。そうそう。だからもうまだこんな少ししか問題してないのに、もう時間終わっちゃったって、私は大体いつもそうです。はあ、どうしよう時間がない。私本当にいつもそう。だから学生の皆さんの気持ちすごくわかります。時間がないんです。そうですよね。考えたいしね。そうそう。ただ試験の時間は、もう時間との戦いです。短い時間でできるか、正しい答えをしっかりその短い時間で選べるかっていうのが、本当にあなたは日本語できますね、残念ですができませんね、これがもうチェックすることになるんですね。それがテストです。そうだから練習する時も自分で気をつけるといいです。時間何分、私はこの問題何分で終わった、気をつけてください。本当にゆっくりやらない。この語彙わかんないから携帯電話でちょっと調べよう、やっちゃダメなんです。私よく言いますよね。今問題は答えすぐ出すんですよ、携帯で止めて、このビデオ一回止めて YouTube 止めて携帯で語彙の意味調べてから文法問題します、気持ちはわかる。そうしたいですよね。だけどしない方がいいです。答えはまず一回出す。で一回それで終わりにする。それから調べるにしましょう。だいたい今1分時間使ったとか、今2分経ったとか分かるようになります。だんだんそうやって時間気をつけてると。そうだからね、何を何分ですればいいかっていうのをよく考えてみてくださいね。絶対にできる問題が入ってます。全部の問題難しいわけじゃないです。読解もそうだし他の問題もそうで、特に読解はそう、全部の問題、これ全部の問題がもう私は泣きたい日本語の勉強やめたいって思うくらい難しくはないんです。大丈夫です。 N1 にレベルいってる人だったら読める問題が絶対にあります。だけどそれをいつしますか、それが大事です。よく考えてねください。でそれ何分はごめんなさいね、クラスで話してます。ですのでよかったらクラスに入ってみるね、来てみてください。はい、でどうやって入ればいいですか。これはじゃあこの下を見ましょう。この、そうディスクリプション、この今皆さん見てくださってるビデオの下のとこにN2 クラスリーディングクラスって書いたかな、読解クラスって書いたね、多分ね。そこのとこあります。読解クラスはそこから入る。N1 は N1 クラスの読解クラスのところをクリックする。でそこから入れます。ね、入ってみてください。でさっきも言った通り、その N2 だったら5つの問題1つずつ練習できます。みんなどうやってやればいいかがみんな違うんです。みんなこれは答えここに書いてある、この問題はここに答え書いてあると決まってるから、それ一つずつ私話してます。 N1 だったら6個の問題してますね。見てみてください。先にビデオから見てしまえば全然まだまだ時間大丈夫だと思います。だいたい一つのビデオだいたいですけど45分ぐらいから長いと1時間ぐらいまでのビデオになります。だいたいみんな50分くらいですねになってます。はい、私ね説明長いですからね。やっぱり長文とかね説明したらまあ大変ですね。でもそれでも1時間くらいだったと思います。この意味はこれですよ、もちろん話の意味ももちろん説明するし、長文だったら長文の答えはここにいつも書いてあるんですよっていうのを言ってます。だからそれ一つもうパターン決まってるから、そのパターン知っていれば別の問題した時も同じパターンです。答えは同じように出せます。だからその後自分で練習できますよね。ということです。
はい。ですので、ぜひね、まだね、来てない方は、ぜひやってみてください。来てみてください。もうね、実はもう、すごいたくさんクラスにもいらっしゃってるんですけど、ね、まだまだね、YouTube 今見てくださってるみんなが来てるわけではないので、そうそう、ぜひね、みんなにやっぱり合格してもらいたい。そのために私はクラス作ってますから、はい、来てもらえたらいいなと思います。はい。